運転の中で日本人が最も苦手としている駐車。なぜ苦手なのかといえば、教習所でポールを使ってここでハンドルを切ってくださいねという目印駐車しかやらない影響もありますが、それ以前に駐車は何をどうすればいいのかという理解をしてないのが一番の原因でしょう。あなたは駐車の手順を簡潔に答えられますか？今日はコツとか理論とかそんな堅苦しい話はしません。駐車は一体何をすれば OK なのかという初心者でも簡単に理解できちゃうお話をするので、お休み前にでも気軽に聞いてください。あなたは駐車をするとき、こんなことありませんか？入れたい駐車場がわからなくなる。ルームミラー、目視、どこを見ればいいのかさっぱりわからない。ハンドルがまっすぐか曲がっているのかよくわかりません。駐車が苦手な人というのは共通して何をどうすればいいという駐車の手順を知らないんです。手順を知らないのでいつもやっていることがバラッバラ。そして失敗した時にどこがどう間違っていたのかがわからないので同じミスを繰り返してしまう。そう。いつまで経っても駐車が苦手なままなのです。駐車は料理のレシピによく似ています。レシピ通りに作れば大抵の料理は美味しく再現できますよね。駐車も同じ。駐車を成功させるためには駐車の上手な人の手順をなぞればいいだけのことです。ところが料理のレシピはたくさんあっても駐車のレシピを見かけることはほとんどありません。今日は私が誰にでもできる超簡単な駐車レシピを作りますので持って帰ってください。それでも駐車がうまくいかなかったらどうするかって、それでもあなたが駐車を失敗してしまうのだったらセンスや能力がないのではなくレシピのどこかを間違えてしまっているだけ。間違えた部分だけ修正をすれば必ず駐車は成功するようになるのです。では一体駐車とは何をすればいいんでしょう？駐車とは枠にお尻を向けてバックで入れればいいだけなのです。一つ目の枠にお尻を向ける。当然ながら駐車場を走っているとき、お尻は枠を向いていませんよね。そこで運転の上手い人は考えました。前進しているときにお尻を向けちゃえば楽じゃね？これが一つ目の作業。車を振ると言います。運転の上手い人がぐんとハンドルを切って車を斜めにする動作、よく見かけますよね。あれは枠にお尻を向けるための作業なんです。ちなみに車を振る場所の目安は入れたい駐車場の奥の線と自分が並んだらハンドルを思いっきり切るです。どうしてそうなるのか気になりますよね。今日は難しい話は抜きにするので、自分と奥の駐車線が並んだら振ればいいんだ、そう覚えてお帰りください。ところでこう思いません？車を振ってみたはいいものの、お尻がどこを向いてるかなんてどうやって判断するんだよ。前進するときには自分の進んでいる方法はだいたいわかりますが、バックの時に自分がどこに向かって進んでいるかなんてわかりませんよね。実は車のお尻がどこを向いているかを一発で判別する方法があるんです。ちょっと道具を出してみましょう。サイドミラー。サイドミラーには自分の車、これをボディラインと呼んじゃいましょう。後ろの風景、2つが必ず映ります。実はこのボディラインというのがとてつもなく使えるやつなんです。車というのはハンドルをまっすぐにしてバックをするとボディラインの延長線上に進むという法則があります。これめっちゃ大事な法則です。もしボディラインの延長線上に車が重なって見えれば近い将来その車にぶつかってしまうという合図なんですね。だったらこれを逆手に取ってみたらどうでしょう。ボディラインの延長線上に駐車場の枠が来て入れさえすれば枠にお尻が向いたと判断できるんじゃないですか。前進するついでにお尻を枠に向くようハンドルを切って車を振る。お尻が枠に向いたかはボディラインの延長線上に枠が見えているかで判断する。これだけで枠にお尻を向けるということができちゃったわけです。ねえ、簡単でしょ。お尻が枠に向きました。あとはバックで入れるだけ。どうもここを混乱してしまう人が多いようです。今、お尻が駐車場に向いていますよね。もう一回聞きます。その証拠は何でしたっけ？さっきのサイドミラーのボディライン上に枠が見えているからでした。ここで今日の法則をもう一回思い出してみましょう。ハンドルをまっすぐにしてバックした場合、ボディラインの延長線上に車は進んでいく。
今この状態でまっすぐバックしてしまえば嫌でも車は枠に向かっていってしまうので、そのままバックしてできる限り近づいちゃいましょう。でもこのままバックし続けると斜めに駐車場に入ってしまいますよね。どこかでハンドルを切って向きを変えなければならないんです。そのタイミングどこだかわかりますか？実は駐車の苦手な方のほとんどがこのタイミングがつかめないがために駐車は難しいと思い込んでいることがほとんどなんです。逆を言えばハンドルを切り始めるタイミングさえつかめれば駐車は難しくないんです。その目安は内側の駐車線の先端を後ろのタイヤで踏むこと。これもどうしてそのタイミングなのと説明すると話が校長先生並みに長くなるので、今日はこれだけ覚えて帰れば OK。 とにかく今は白線の先端を後輪で踏む練習を繰り返してタイミングを掴んでいきましょう。ところでこういう駐車動画を出すと隣に車がいたらぶつかるという人がうじゃうじゃ湧いてきますが、皆さんは惑わされないようにしましょう。カレーライスでもノーマルとアレルギー対応のレシピでは若干違うように、隣に車がいる場合といない場合でも手順が若干違ってくるんです。だから今日は隣に車がいない場合の駐車だけを覚えるようにしましょう。さて、内側の駐車線の先端を後ろのタイヤで踏むように曲げていくと、駐車線に対して車がスーッと平行になっていきます。左右のサイドミラーを見てボディラインと白線が平行になるのを確認したらハンドルをまっすぐに戻します。あとは車止めまでまっすぐ下がれば OK。 駐車完了です。台本の原稿が A4 用紙3枚で終わってしまいました。でも本当に駐車ってこれだけなんです。おさらいをしておきましょう。駐車とは駐車場にお尻を向けて後ろ向きに入る作業のこと。1、枠にお尻を向けるためには前進している時にお尻を向けちゃいましょう。2、枠にお尻が向いたかはサイドミラーのボディラインで判断をする。3、ハンドルをまっすぐにして車体をどんどん枠に近づけていく。4、駐車場の内側の先端を後輪で踏むようにハンドルを切る。ここが一番大事。5、左右のボディラインと駐車線が平行になったらハンドルをまっすぐにする。この5工程を行うだけで駐車が完了してしまうんです。頭がすっきりしましたか？今日の教習はここまで。今後も運転のトピックスを一つだけ取り上げて今日のように超簡単に解説しますのでチャンネル登録して待っててね。